はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい、本日はサーバースラムテスト。こちらを、25時間ぐらいかな。また今回もやりまして、各それぞれね、各クラスもアップデートありましたので、実際触ってみてというところで、また今回もどう変わったのかっていうところを、約7点にまとめましたので紹介していきたいと思います。はい、各クラスともね、結構スキルの方も変わったりというところもありますし、今回はドロップ率、各クラスバランス、そして、翻訳関係、あと操作関係、イベント関係、ダンジョン関係、ワールドボス関係、こちらの方を前回と比較しながら、ご紹介できたらいいかなと思います。それでは、どうぞ。はい。では早速ドロップ関係いってみたいと思います。今回、事前通りと言いますか、前回の、ベータテストがおそらくベータ仕様なのでかなり出やすかったと。で、今回がしっかり、製品版ということで、触った感じ、全然落ちないよ、おじさんってね、なってるかもしれませんが、周回したり、今後の難易度、および、装備関係のマジック率アップ、マジックドロップ率アップを考えると、こんな感じぐらいじゃないかなとも思いながら、で、今回新しく力の古文書も、装備に付与できることもありますので、序盤の方はそのあたりもうまく使いながらといった感じの調整なのではないでしょうか。ということで、前回にもちろん比べればかなりドロップ率は低くなってるとは思いますけども、全体を見た時にはこのぐらいがいいんじゃないかなと思います。ちなみに、大体、周回速度等にもよりますが、私の場合で、3、4時間で、1個ぐらいでした。はい。はい。では続きまして、クラス間のバランスですね。今回、大きくスキル関係等アップデート入りましたので、実際触ってみた使用感等を、ちょっとね、スキル表の方を見ながらやってみたいと思います。はい。では、操作です。行ってみたいと思います。はい。メイン火力のところで言いますと、チェインライトニング。こちら弱体化されましたけども、やはりこちら、最大5回までの連鎖、かなり強くなってます。はい。弱体化されてもまだまだ強い。で、何より使い勝手いいテレポートですね。はい。そして何より火力の要のヒュドラ。こちらも、かなり弱体化されてますけども、普通に使えます。なんといってもこちらのフロストノバとのこちらね、召喚スキル系のリンクが、やはりかなり強いです。ボスにもかなり対応されるので、相変わらずの強さ安定ではないでしょうか。はい。じゃあ続きまして、ローグですね。安定的な強さ誇ってます。弓でも近接でも、割とどちらでも、やはり今回も戦えるようになってると思います。はい。ツイストブレード。こちらの連続斬り、今回も強めになってます。はい。で、何より、やはり移動系のね、シャドウステップ、そして、ダッシュ。こちらも、大ボス、ワールドボスに対してもかなり強い。で、何より、こちらのダークシュラウドによる、クリティカル率のヒット率ね、アップ。および注入スキルですね。こちらの方も、やはり強いですね。毒およびこのシャドウ注入。やはりここはローグさんはちょっと抜け目ないかなという感じじゃないでしょうか。はい。では続きまして、ドルイドですね。はい。今回かなり強化された部類になってます。はい。割とこういった竜巻でもよし、はい。こういったコマさんでもよしというところで、割とどちらでも使えるような形にはなってるんじゃないでしょうか。そして防御面に関しても、こちら防壁とか加護、こちら相変わらず使えます。はい。ね、何より今回、結構やっぱ序盤で使える部分に関しては、この毒のツタですかね。はい。なので、前回よりはかなり使い勝手良くなってると思います。なので、ただね、殲滅力で言うと、若干やっぱ他から劣る部分があるかなという、その辺は装備をね、どこまで上げていってという形になるんじゃないでしょうか。はい、続きましてバーバリアンですね。今回、防御面の方でかなり強化されてましたけども、相変わらず、こういった隆起が強かったりというところで、ワールウィンドに関しては、やはりちょっと範囲が狭かったり、若干使いにくかったりする部分が、序盤はあるかなと。
どうしてもボス戦とかなるとね、ちょっと使い勝手が良くないんですが、まあこういったおたけび系、やはりかなり強かったと思います。相変わらず強い。で、後に関しましては、まあ古文書関係がね、序盤に関しては割と優遇されてるんじゃないかなと思いつつ、あとね、相変わらずこういったリープも使い勝手がいいので、まあ安定的なタフネスさと強さを兼ね備えてるんじゃないかと思いました。はい、じゃあ続きましてネクロマンサー。今回一番ちょっともしかしたら不遇かもしれない。うん。やっぱ骨がね、めちゃめちゃ溶けちゃう。めちゃめちゃ溶けちゃうので、うん、結構辛かったかな。ただこの切断は、普通にめっちゃ強いです。はい。めっちゃ強いんだけど、これ結構近づかないといけないのと、まあ何にせよ骨が狭いんで、やはりね、相変わらずこのコープスエクスプロージョンは強いんだけどもっていうところが残るかな。はい。なので、集団戦においても若干玉切れ感が出ちゃったりするのと、で、かつ、ボス戦になるとやっぱね、なかなかこう前に出ていって戦えないというところもあるので、今回はね、結構厳しいかもしれない、個人的には。ただブリザードさんも、ちょっと調整入れますよ、みたいな感じで言ってるんで、まあ、その辺、ね、発売後、調整が入ってからまた変わるかもしれませんが、現状はちょっと、今回のアップデートの中では一番厳しかったんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、クラス間のバランスですが、多少ね、ネクロさんがと思ってたら強化パッチ入るみたいなので、個人的にはすごくバランス取れてんじゃないかなと思ってます。はい。もちろん、多少のね、特に序盤、誤差というかな、強さの差はあるかとは思うんですけども、好きな職でやるのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ3つ目。はい、翻訳関係ですけども、今回ね、もう日本語の声優さんも入ってますし、日本語訳も、あんまり違和感なくということで、めちゃめちゃいいんじゃないっていう。うん。で、声優さんに関しても多分こういう感じの声かなっていうところがバチッとハマってんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ4つ目、操作関係、ラグ関係ですけども、前回はね、城の近くとか、まあ入り口付近でなんか突っかかったような感じだったりとか、若干ちょっとね、固まったような感じもありましたが、今回に関しては、1回だけかな、フリーズしちゃったのは。あとは特に、ぬるぬる動いてたので、プレステ5版ですけども、特に違和感はなかったです。ちょっとね、機種間で違うかもしれませんが、プレステ5の場合は特に問題なかったと思います。はい、そして5つ目。イベント関連。こちらはね、アップデートにも書いてましたけども、フィールド上の、イベントに関してはやはり発生率下がってたのかなと思います。その代わりに、ダンジョン関係の、イベント発生率上がってましたので、ここはまあその辺でバランス取れてたのかなと。で、イベントの最後にはしっかりチェストが出て、そこからレジェンダリー出てたりもしたので、まあダンジョンしっかり周回したりするのが、まあレジェンダリー集めたりするのはいいんじゃないかなと思いました。はい、6つ目、ダンジョン関係ですね。こちらも、アップデート内容にありました、あんまり行ったり来たりしないように調整しましたっていうね。で、今回、やりましたけども、確かにその行ったり来たりはあんまりなかったように思います。かといってね、完全な一本道っていうわけでもないんですけども、ストレスがだいぶ減ってるんじゃないかなと思いました。そして、ブッチャーさんですね。ブッチャーさんはね、私は今回1回だけかな。まあ人によって結構また偏りはあったみたいなんですけども、普通にやっぱり強キャラとして出てきてました。なので、ダンジョン潜る際は結構ね、特に一人の時は要注意じゃないかと思います。はい、そして最後、7つ目、ワールドボスですね。今回の、サーバースラムテストではレベル20までだったので結構苦戦した人もね、多かったかなと思いますけども、動き的にはまあ前回と一緒のような感じ。ただ気になったのが、意外とドロップする。意外とドロップするんですよ、レジェンダリーが。なので、通常では結構絞られてた部分もあるので、結構ワールドボスは大事になってくるんかなと。なってくると、まあ出没時間とかね、そのあたりがすごく気になりますが、そのあたりどうなんでしょう
どうでしょうっていうとこですかね。はい。なので、結構ね、入れるときはしっかりワールドボス倒していきたいよねっていうのが、まあ正直な感想かなと思います。はい、ということで、今回は、25時間やってみて、様々なね、アップデートされた項目を少し紹介させていただきました。ということで、もうあと2週間ほどで、ついにね、発売になってきますということで、あともうちょっと、サーバースラムテストあるんで、また楽しみたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。